全部やり直し、1対1のバトル、打ち合わせは殴り合い、商品、私からのお願いでございます。はい、名前ペンネーム内田慎之介です。担当さんがついたということで、初めて今度は持ち込みじゃなくて打ち合わせに行きました。担当さんと話をまず作って、そこから原稿を作って多分章に出すっていう流れになるので、初めてネームというものを持っていきました。今手元にちょっとあるんですけど、こういう風に見えない私は一応これ B4 の紙を半分に切って、見開きとかこうページ数が分かるようにネームを書きます。で、ネームの前にまずプロットというものを作ります。まず絵にする前に、話のストーリーの大まかな流れをこう文章で書くというものをします。ちょっと私独学ですのでやり方が合ってるかわからないんですけど、私の場合プロット、ネーム、下書き、聖書、これは普通ですねになります。で、私ちょっとキャラデザとかが結構抜けてしまうんですけど、キャラデザもしますね。で、今回は、2作目ですね。2作目のネームを持っていったんですけど、1作目を書き終えた段階でもう2作目を書き始めていて、打ち合わせに行く時には私勝手に原稿にもう入っていました。その担当さんが、つくとは思っていなかったので、とりあえず話は作って20ページのすごい短いストーリーをとりあえず多分ね、原稿を書きたかったんですよね。ペン入れとかも仕上げとかを早くやりたいって思って、その初めの持ち込みでその仕上げのことについて結構アドバイスをいただいたので、もうすぐ2作目を書きたいみたいな感じですごい短い SF 漫画を書いて、で多分原稿に下書きまでして、で一部ペン入れまでしたのかな、その状態のものがあったので、私はネームプラスそのもうちょっと進んじゃってる原稿を、持っていきました。それを持って、集英社と講談社の担当さんのもとに、行きました。で、ネームを作る時にすごい大事なのは読んで理解してもらわないといけないので、あくまで雑かもしれないんですけど伝わるぐらいの丁寧さは必要だと思いました。そのわーって書くとセリフが手書きでこう焦っちゃうと、もうぐちゃぐちゃで読めないとかになっちゃうと、編集さんもこれは何て言ってるのとか、ここのセリフ何とかなっちゃうと全然入ってこないので、せめてセリフはしっかりネームの段階でも人にねこう見せる場合は書きましょう書いた方が良いです。で、絵もそうであまり分かんないとここどういうことみたいになっちゃうのもあれなので、やっぱり打ち合わせになる時はネームというのも結構丁寧に書いた方が良いかなと思います。もし丁寧に書けなかった場合は自分の、実力が分かるように、ペン入れした何か作品とか真剣に描いた一枚絵でもいいんですけど、やがてこういう絵で描きますよみたいなのが分かるといいのかなと思います。誰か多分漫画家さんが言ってたんですけど、打ち合わせは殴り合いという本で見たんですけど、本当に担当さんとの1対1のバトルになります。で、その自分のプレゼンがうまくいかないとその漫画はボツになります打ち合わせは自分の書いたものを伝えるプレゼン力がすごい大事だと思って、これはちょっと私当時それがすごい足りなくて、自分の書いたものの面白さをまず担当さんに伝えないといけないんですよ。これもすごい難しくて、ネームの段階で完成されてればもう担当さんも読んだ段階で面白いってなると思うんですけど、やっぱり伝わらないことが多くて、どうしてこうなったのかっていうのがわからないまま進んでいって、で結局担当さんもよくわかんないし、これはやり直しだからボツみたいになっちゃうとすごいもったいないので、持っていった時にさらにこれはこういう漫画でこういうことをしていますみたいな、でこういうところが面白いみたいな、自分のせっかく書いたものなのでプレゼン力はすごい、
鍛えてほしいと思います。私このプレゼン力は本当に皆無でしたので最終的に何も伝わらずによくわかんないからやり直しとか、書きたかったところを修正というかここ直した方がいいって言われて、結局一番大事な書きたかった部分を変に直しちゃった結果何がやりたかったか分かんなくなっちゃうみたいなことになってしまうので、結構担当さんとのやり取りは本当に難しいです。うまくいくかダメになるか本当に分かれるところだと思います。なのでそこはこの漫画で何を書きたかったとかここは譲れないみたいなところはちゃんと打ち合わせの段階にで担当さんにお伝えください私からのお願いでございます。ネームというか自分の漫画は商品と思ってめちゃめちゃいい商品を私が発明したみたいな、漫画というとても面白いとてもいいものを発明したと思って、その良さを担当さんに伝える作業が打ち合わせだと思うので、ただ書いたものを見てもらって評価してもらうというよりは、伝えるこの良さ、めちゃめちゃいいもの書いたから読んでほしい、これはこういうものですみたいな、その説明というかパッションというか、それをすごい大事にしてほしいなって思いました。やっぱり漫画って漫画家になりたいってことは、つまり漫画で食べていきたい、漫画をお金にしたい、漫画を商品として売り出したいってことなので、自分がいかにいいものを作ったかとか、これにどんな価値があるかみたいなのを、プレゼンしてほしいなって思いますね。でそれで内容が良くなかったらそれを踏まえた上で、じゃあこうしましょうっていう改善策を担当さんが言ってくれるので、そこができてないとこれの良さを生かすためにじゃあこうしましょう、今ここができてないのでこうしましょうってなって、どんどん本来やりたかった形にしていくのが正解なんですけど、よくわからない商品を持ってこられて説明もよくわからないまま、じゃあどうしたらいいですかって言われても、これは何がしたいかわからないから全部やり直しとか、全然違うアドバイスになってしまうので、もし自分の漫画が、これからねネームの持ち込みとか行く人、ネームじゃなくても完成原稿でもいいんですけど、この話のここを伝えたくてこれを書いたとか、主人公のこういうところが気に入ってるからこういう話を書きたいとか、そういうものを事前に、自分で書いてるから言えると思うんですけど、結構やっぱね、人間を前にすると言えなくなっちゃったりするので、メモとかで絶対これを伝えるみたいな、この商品の良さじゃないですけど、この漫画のいいところを絶対伝えるみたいなのをメモしておくと、とてもスムーズに持ち込みがとか打ち合わせができるのかなと思います。やっぱ対人になると結構急に言えなくなっちゃうんですよね。全部はいはいはいそうですねはいすいませんみたいな感じになっちゃうんですけど、そこはやっぱり殴り合いなので担当編集さんと殴り合って成長していくものだと思いますので、ぜひ殴り合ってくださいよろしくお願いします。はい、ということで、打ち合わせで大事なことはプレゼン力と恐れず、担当さんと殴り合いです。言葉の殴り合いというかをするということを私は伝えたかったですので、この動画が参考になれば嬉しいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。